スカイラインセダンですね、はい、何せノーマル、これも修復駅なんだみたいのをちょっとご説明できればいいなと思って、はい、ドンとつけてへっこんじゃって、ちょっとここ歪んでるんですよ。個体としてはいいと思うよ。全然早いでしょはい、よしゅう君こんにちは。こんにちは。やっていきましょう。はい、1月の24日ですね。はい。1時36分、気温は6度です。寒いね。結構寒いですね。最低気温マイナス3度。結構寒いです。それはやばい。はい。ですが負けずにやっていきましょう。はい。はい。今日紹介させてもらうのは、この ER34 のスカイラインセダンという感じです。珍しくノーマルでしょ。これノーマルですね。ノーマルなんですよ。はい、でこれがね、最近車の内容言っちゃうと2001年式5月登録のスカイラインで、うちで仕入れてますんで、大体はターボエンジンなんですけど、はい、この車は、25GT ターボっていうグレードのターボエンジン搭載の車、はい、で、シフトは純正の5速マニュアルという感じで、走行距離がね14万キロぐらい走ってるんだけれども、はい、何せノーマル、パッと見てもらってもどこもいじってない。そうですね。ノーマルと、はい、ノーマルのスカイラインはこんな感じです。あ、ちょっと逆に珍しい。逆に珍しい。はい、でですね、うちの車にしては珍しく、はい、ちょっとこういうとこ傷あったりね。ありますね。ありますよね。はい、とか後ろにもこれちょっと見てもらうと、はい、ドンとへこんでますね。お、結構大きめの結構へこんでますよね。はい、今日はですね、この車入ってきました、はい、紹介しますよっていう動画なんですけれども、はい、この車まだ修理前なんですよ。はい、さっきのフロントバンパーの傷とか、はい、後ろのリアバンパーの傷とかね、はい、あとはでも外装は綺麗なのかな、ちょっと後でいいや説明しよう、はい、っていうのがあるんですけれども、はい、この車ですね、修復歴ありなんですね。はい、ありなんですけれども、直ってる修復歴の部分と直ってないところ、これで修復歴になったんだみたいな。はい、これも修復歴なんだみたいのをちょっとご説明できればいいなと思って、もともと直すつもりだったんだけど直っちゃう前にやった方がいいかなと思って、ご用意させていただいたという感じです。これから直す車、これから直す車、修復歴ありです。どこが修復歴なのか、すごい事故ってる修復歴車もあれば、これで修復歴になっちゃうのっていう修復歴もありまして、はい、そこら辺のちょっとご説明ができればと思って、教材に用意させていただいたという感じでございます。はい、じゃあ本日もよろしくお願いします。お願いします。寒いですがやっていきましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ行きましょう。よし、改めてやっていきましょう。じゃあ改めまして、今日紹介させてもらうのはこの34のスカイラインね。はい、でクーペの方が、人気はあるんですけど、はい、値段めちゃめちゃ高いという感じの、市場の中で、セダンの方が前は安かったんだけれども、セダンもどんどん値段が上がってると。はい、いう感じでございます。この、ね、車の年式でいうと、2001年式、平成でいうと13年の5月登録かな、はい、っていう感じで、スカイラインのグレードが 25GT ターボ、RB25 のターボエンジン、はい、でシフトも、純正の5速マニュアル車と、34スカイラインセダンの中だと、一番人気のグレードかなっていう感じですね。はい、ターボ付きのグレードでも GT ターボっていうのと GTX ターボっていうのがあって、はい、ほとんど同じです。 X ターボの方がちょっと上に位置してて、ヘッドライトがオートヘッドライトついてたり、キセノンがついてたりとか、標準装備になったりとか、はい、装備がちょっと良くなってるっていう感じなんですけれども、はい、この2つ、GT ターボ GTX ターボが、セダンだと一番人気という感じになってます。はい、でシフトもマニュアルの方が人気です。はい、ただやっぱり当時新車を買ってたお客さんたち、スカイラインでね、新車を買ってたお客さんたちが、スカイラインって言えば乗用車じゃん、普通のセダンじゃん。はい、俺らはさスポーツカーの分類にしてますけれども、そうですね、はい、一般的には当時言ってたのって普通のセダンとして、フォードアセダンなんかのサルーン的な感じ、はい、マーク2とかさ、そういう扱いと同じ扱いで販売をしていたので、ターボエンジン搭載でマニュアルミッションを選ぶ人ってそんなにいなかったんですよね。はい、だから一般的に市場に流通してるのは結構オートマミッションの方が多いので、はい、純正の5速マニュアルって結構珍しいんじゃないかと思います。はい、で、走行距離も、14万4000キロになります。そこそこ走ってるけど、まだまだいけるぜみたいな、そんな感じです。はい、じゃあ早速、社外品の説明とかをいつもするんですが、はい、この車は本当にノーマル、フルノーマルなんですよ。何も社外品ついてないので、はい、傷とかのチェックをいきましょうかね。はい、はい、
じゃあ外装の傷なんですけど、入ってきたまんまの状態なんだけど、パッと見に関しては特段傷らしい傷はないんですけれども、はい、まあ気になるところで言うならば、左フロントバンパーの、まあ、この擦り傷、はい、いつもはこういう傷はもう直しちゃうんだけれども、はい、さっき言ったように今日はあえてちょっと残して修理をする前の状態を見てもらうという感じにしてあります。であとヘッドライトね、これ水入っちゃってるんで、はい、これもコーキング一回やらなきゃダメかなって思ってますね。はい、で、アルミホイールもねちょっとガリ傷がそうです。ちょこちょこあるとはい、いう感じですね。タイヤに関してはなんだミシュランか、はい、年数は書いてないかな。あった2019年。山はまあそこそこ残ってるかなぐらいですかね。はい、という感じです。そうそう、スカイラインね、ミラーここら辺もよく色剥げるんですよね。こういうのとかね。はい、はい、そして後ろに来ていただくと、まあここにちょっと小傷があったりとか、はい、リアバンパーなんかはここら辺2、3回ぶつけてるんですかね。軽くちょっと傷がついてますね。はい、そしてまあ一番大きいところはこれかな。何にぶつけちゃったかちょっとあれなんですけど、多分ドンとぶつけてへっこんじゃってっていう感じの状態です。はい、はい、という感じでしょうかね。はい、まあでも14万キロ走ってますから、はい、これぐらいの傷ならまだ少ない方なんじゃないかなと。はい、で言い方変えると前後のバンパー直してあげれば、はい、あとはもう細かい傷ちょこちょこちょこぐらいなんで、はい、まあそんなに気にならないんじゃないかなと思います。はい、 OK ですね。はい、はい、じゃあ続きまして内装ですね。よっ、エンジンかけちゃうね。はい、内装に関してもノーマルです。オーディオぐらいか変わってるのは。でGT ターボなのでこの3連メーターねが標準でつくと、はい、いう形になっておりますと。でハンドルはねちょっと剥げちゃってるんで、はい、気になる方は交換するなり革貼り直すなりしてもらえればいいんじゃないかなと思います。まあシートは普通かな。後ろがちょっと汚れてたかな。ちょっと汚れてる。こんな感じですかね。はい、まあでもそんなに痛みもないんで、はい、結構綺麗でしょ。そうですね。こんな感じですよね。OK ですね。はい、はい。どんどん終わっちゃうね。サクサク進んで。じゃあエンジンルーム行きましょう。はい、よっ。まあエンジンルームに関してもよく言う鬼門のストラット周りのサビとかも出てなく、シールの割れもなく、かなり綺麗だと思います。はい、多分いろんな車屋さんでいろんな車を見てる方とかねは結構綺麗なんじゃないかなと思いますけど、これだからさっきヨッシーが洗車してくれたじゃん。はい、だからこういうふうに水が残っちゃうんでね。だからこれをちゃんと洗車したらボンネット開けて拭いてあげないと、やっぱサビがどんどん進行しちゃうんで、ここまでしとった方がいい。そう、これは絶対やった方がいいよ。という感じですね。まあエンジンルームも結構綺麗なんで、まあ変な異様もないし、はい、フルノーマルですから何もついてない、ノーマルってこうですっていう感じ、はい、内容ですね。 OK ですね。はい、はい、という感じです。でですね、はい、一番初めに話してた修復歴の話、はい、まあ基本今回車の紹介もそうなんだけど、はい、どっちかというとそっちがメインです。はい、事故して結構ガシャーンとこうぶつけちゃって、でそれを修理してやっている事故車もあれば、はい、いつも言ったようにフレームの先端ぶつかって事故歴扱いありになっている車もある、はい、要は走行に問題ない修復歴って言ったらいいんですかね、っていうのがあるじゃないですか。はい、この車に関して言うと、修復歴1箇所ね、実はこれあるじゃないですか。誰しもがちょっとしたミスでやりそうなこの傷、はい、これ修復歴ありなんですよ。ここが修復歴。そう、はい、こんなのやりそうじゃんそうですね、普通に、はい、そうで
修復歴の定義をもう一度言うと、はい、車のフレーム骨格部分に修正をしたら、はい、まあ、修復歴ありだよねっていうのは一般的によく分かってる話じゃないですか、はい、でこの車でいうとこうバンパーの裏側にバックパネルってまっすぐ走ってるパネルがありますと、まあ、これはギリギリセーフで、この裏側トランクフロアとか、ね、こうフレームがなってるんだけど、はい、この右側こっち側、はい、こっち側のインナーパネルの方まで入っちゃうと、修復歴ありになるという形なんですけれども、これね、下から覗いて分かるかな、ちょっとグレールそうで、まあこっち側のパネル、はい、この後ろ側ね、はい、こっち側から見たこれは修正しても大丈夫、こっちはダメ、こっちはトランクフロアだからダメ、はい、こっちはバックパネルだからギリ OK、はい、でこのバックパネルがこうあってこっちは OK だけどこっち側はダメみたいなっていう感じで、この車でいうとこれねちょっとここ歪んでるんですよ。要はここバンパーぶつかってるんでこっちの角度からこう押されてここが歪んでるんですけれども、はい、これで修復歴ありと、なるほど、いう形になってます、はい、っていう感じなんですよ。だから大事故を起こした事故歴ありの車も、まあ、こっちから取ってもらって、まあ、電柱でもポールでも何でもいいですけれども、はい、ここからドンってぶつかって、もう多分ねここだったらギリギリセーフだったと思うんだよね。バックパネルだけで済んだのが、はい、ここに当たってサイドのインナーの方までギュッて歪みが出ちゃったから、はい、修復歴ありになります。そういう感じなんですよ、はい、だからこれで、まあ、さっき言ったように修復歴になっちゃう、まあ、改めてもう一回こっち来てもらうと、はい、まあ修復歴はねもちろんあるよりもない方がいいんだけれども、はい、まあこれでありで、じゃあ修復歴あり車は嫌だ、事故歴なしを買いたいっていう中で、なんかたったこれだけで、はい、この車をその選択肢から外しちゃうのはちょっともったいないよねっていうのがありますと。はい、でさらに言うなら、当たり前ですけど、その修復歴ありとなしは中古車の値段差が出ますよね。はい、修復歴なしの方が安いんですけど、はい、これも、まあ、多分海外のお客さんとか海外のユーザーも絡めての話になってくると思うんだけど、結構昔まではスポーツカーってこう事故歴があって当たり前みたいなところがあったんですよね。はい、まあだってスポーツカーじゃん、みんなぶつけるしさ。だから事故歴ありでもなしでも値段差ってそんなに変わらなかったりとか、はい、まあ変わっても変な話20万30万とかそのレベルだったと思うんですけれども、はい、俺もその海外の人と話したりとか、ね、メッセージのやり取りとかしてて、なんか結構感じるのは、はい、意外とね修復歴なしに対してのこだわりが強いんですよ。海外の方。そうで、それはさっき言ったように、まあ、ここがこうでこれぐらいだよねみたいな説明があればもしかしたら大丈夫なのかもしれないけれども、はい、結局その説明とかが面倒くさいし話ができないしわからないしっていうのがあるから、はい、だったら修復歴なし買っとけば間違いないよねっていうのが多分海外からのオーダーだと思うんだよね。で、はい、昔と比べるとスポーツカーの値段はドンと上がってるので、海外から見て安い日本とはいうものの、はい、まあ、それでもやっぱりそれなりの高い買い物になりますから、やっぱり物選び車選びは慎重になってる、はい、なんかそんなイメージがあります。特にねシルビアなんかは顕著にあって結構修復歴ありとなしでね、なんかオークションでも100万円ぐらい差があっても全然いいと思う。そんなにっていう話なんですよ。では皆さん、さっきの傷、はい、あれで修復歴ありになりますか、はい、じゃああれで100万円の差あったらどっち選びますかっていう話なんですよね。そう考えたらでしょ。ちょっとお得な感じするよね、はい、っていう感じでした。なんでこの車は、まあ、言うてもさっき言ったように修復歴ありの扱いになるので、はい、修復歴なしの車よりも、まあ、だいぶ安く、中古車市場に出てくると思いますし、はい、事実俺もこれオークションで買ってきたんだけれども、はい、やっぱねすげえ安かった印象がある。はい、でこの後にもう1台狙ってたやつがあったのかな、はい、そっちはこれの車のね買い値はもちろん言えないんだけど、はい、まあ 1.5 倍ぐらい値段違ったかな。そう全然値段違うじゃんっていう感じ、はい、まあ相対的にね傷があったりとか色もね人気があるんだかないんだかダークブルーみたいな、はい、ところがあって、でもこれはこれで珍しい色だから俺は全然好きだけどねっていうのがあるので、はい、まあこれから中古車を買おうとしてる人、はい、まあどこが修復歴だったかっていうところ、その度合いはどれぐらいなのかっていうところを、なかなか見極めるの難しいけれども、でもそこら辺をちょっと見極めていくと、まあ、お得に買えるかもしれないよっていう、まあ、そんな話でした。 OK ですね。はい、はい、じゃあ今日は一応こんな感じで、はい、で時間が全然足りないでしょ、いつもの動画よりもちょっと短いですね。ちょっと短いよね、はい、なんでだって車の内容がノーマルだから紹介するものなんもないのでそういうことですね。なので、はい、まあちょっと軽く試乗して終わりましょう。あ、そうですね。はい、お願いします。はい、じゃあちょっと乗っていきましょう。はい、OK ですね。はい、はい、じゃあ行きましょう。ちょっとね
取れ高的にノーマルですから説明するところがないので、でしかもノーマルだからさ、これ走行動画マフラー動画とか撮らないじゃん、だからちょっと乗りますかね。あんまり乗ったことないかもしれないです。ノーマル、まあ確かにね、完全なノーマル。完全なノーマル。まあノーマルだからね、癖がないよね。そうですね。でこの車はねワンオーナーで記録簿も結構残ってたから、個体としてはいいと思うよ。走り自体も別に問題とかないんです。今のところは特にないね。プラグは変えた方がいいかな。ちょっとかぶりがあって、あ、これオークションからも俺乗って帰ってきてるから自走で、だから100キロ以上は乗ってんのかなもう。あ、そうなんですね。140キロだ乗ってるけど、初めちょっとプラグかぶってて、でも普通に高速走ってパーって一通り走ってたら全然かぶり取れたから調子はいい、絶好調。ただね、やっぱそのさっき言った納車前の点検では、まあ、もちろんねプラグ変えてバッテリー変えてオイル変えてとか全部やるけどね、走行に問題ない修復力だったら、全然大丈夫ってことです。全然いいとこ。まあ俺のね、青の 32GTR だってあれの方が大事故車だからね大事故車です。ありよりかはない方がいいよ、もちろんね。でもまあありも含めて中古車選びしていくと選択肢は広がると。ただその時に本当の大事故車をつかまされたら、えらいこっちゃなんで、やっぱそれなりの知識とか、まあ、情報は必要だしとは思うけどね。それ普通の車屋さんって聞いてちゃんとしっかり教えて。まあだから結構難しいよね。なんとも言えない。まあ車屋さんも分かってる車屋さんだからさ、言い方変だけど、うちはさ俺が仕入れて俺が販売してるじゃん、だからやっぱ分かるよね。仕入れたタイミングでどういう風な経緯で仕入れてるかとかさ、ね。でもね、前やってた車屋さんね、経営してた車屋さんはそうだけどさ、俺が仕入れるけど売るやつは別みたいな。まあ一般的な車屋さんね、大手さんなんかだとなおさらそうだからさ、どういう経緯どういう状態で車が仕入れられてるか営業マンが全部把握してるわけはなくて、しかも在庫台数が多ければなおさらで、かつそんな150キロぐらいさ試乗するわけないじゃん、だからねなかなか難しいから、やっぱ試乗はした方がいいんで、もちろん運転させてくれる車屋さんは少ないと思うけれども、せめて助手席に乗らせてもらって、一回りパッて走ってもらった方がいいと思う。でうちも希望のお客さんにはもちろんそれやってるんで、試乗はできないけど俺運転して隣に乗ってもらって、まあ、ちょっと踏んだり止まったり普通に走ったりちょっとハンドル曲げたりとかやってますから、っていうのもあるし、まあ、あとはね動画でもね走行動画出してるからね、調子悪きゃあそこでバラバラ行ったりとかさ、白煙黒煙吹いたりとかさってなるわけじゃんっていう感じですかね。なんすかこの間は喋ることがない間みたいなじゃあよし君、そんな感じで、もう喋ることもなくなってきたボキャブラリーのなさまあ車がノーマルであんまり文句つけるところがなくて、話すところがないという動画でございましたが、まあ乗っててね、今これちょっと飛ばすけど全然速いでしょ調子が良さそうですね、調子はいいです、うちの車はみんなっていう感じなので、でこの車はさっき言ったようにこれから修理する車ですから、フロントバンパーリアバンパーか修理する予定なので、ホームページ上がるのはまだちょっと先、お問い合わせは早めにしてもらえれば戻ってきたと同時に車見たりとかもできるので、でここ最近ね本当にありがたいことに YouTube 上げちゃ売れ、上げる前に売れみたいな感じで、毎回こうさ YouTube に上がる頃にはもう車がない状態がちょっと続いてたんですけれども、この車は多分ねまだホームページにさっき言ったように上がってないので、多分この動画の方が先になると思いますから、もし気になる方欲しい人いたらお問い合わせいただければと思います。値段も含めてね、ちょっと値段もまだちゃんと計算しないから分かんないけどさ、そんな感じでございました。はい、じゃあ本日ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。この
マーク2ですね。年式が2002年式100系の後継モデルですね、こっちの方が断然安いんですよ。ホイールはね、ワークのエモーションの19だね。バケットシート、これはねブリットのジータ40ですね。